年間1000点のアート巡りを通してアートな視点を楽しむチャンネルです。今回は話題のこの展覧会、特に気になった7作品を紹介。人気アーティストの作品が多数、他のギャラリーやアートなカフェ、アートな本屋、たい焼きっぽいもの、そして音楽ライブや美味しすぎカレーも。チャンネル登録お願いします。やってきました国立新美術館。今年の注目展覧会という動画にも上げたこの YBA Beyond。イギリスの90年代 YBA ヤングブリティッシュアーティストと呼ばれた人たちをまとめた展覧会で、ダミアン・ハーストやジュリアン・オピーなど素晴らしいアーティストの作品が集結していると。サブカルやファッション、そういったものとの呼応みたいなのも見れる、そんな展覧会。ここから今回は私が特に気になった7作品を紹介していきます。まずはダミアン・ハースト。ホルマリン漬けのサメなどのイメージがありますが、今回は生き物じゃなくて、オフィスがケースに入れられてるってことは人間を表してるかな。タバコは死の象徴。私はサラリーマン時代に会社に生活レベルも住む場所も職業すらも決められてしまうっていう、その状況に疑問を持ってしまって、自分の人生なのにみたいな。で、その時のことをこの作品を見て思い出します。正直言えばダミアン・ハーストについてはいかにもっていうもっとどぎつい作品を期待してました。例えばこんな牛真っ二つのホルマリン漬けとか、牛の頭にたかるハエが殺虫灯に接触して焼け死ぬ作品とか。けど日本じゃなかなか難しいのかな。2022年は同じ国立新美術館でまさかの桜でしたよね。2つ目はジュリアン・オピー。車の絵ですね。でもクエスチョンマークがついてます。抽象化されてるから鑑賞者それぞれの記憶とつながる、そんな感じがします。角張ってるんで、私は昭和の車、父が乗ってた車を思い出します。正直ジュリアン・オピーはもっと映える作品を、期待してましたが。3つ目はコーネリア・パーカー。爆発の分解イメージ。物置小屋を実際に爆破したその残骸が散らばってます。私は破壊する人に憧れますね。破壊と創造。新しいものを生み出すには破壊が必要で。けど簡単じゃないですよね。自分の考えとかルールとか他人の常識を壊すっていうことは。さあ4つ目、ジム・ランビー。スカは死んでいない。タイトルでは死んでないと言ってますが、スカが死んだことを、時代遅れのレコードプレイヤーで象徴してる感じっていうのも複雑で、今昭和ブームだったり Y2K ブームでレコードプレイヤーが復活してるんですよね。 YBA の反体制を演じる感じは70年代イギリスのパンクロック的かもですが、それはスカの影響が大きくて、さっきの爆発のと同様に破壊と創造的なことも感じますし、レニー・クラビッツのロックンロール・イズ・デッド的な、あれはロックな曲でロックは死んだっていう風に言ってるんで、ロックを生き返らせようとしてたんだと思うんですが、このジム・ランビーは死体を展示してるというか、どちらも挑発的な反骨精神を感じます。5つ目、戦争の惨禍という作品。これは直接的ですね。これだけ知性や技術が発展してもなお戦争とか暴力がなくならない。未来の損失より今の怒り、100年後の平和より今の屈辱を晴らしたい。大衆の徳より権力者の徳、理性より感情ってところなんですかね。とか考えながらこの作品を見てる私は、戦争の悲劇をメディアを通して見てるだけで、それってある種悲劇のエンタメ化みたいな感じで、グロテスクですね。
6つ目、ロンドンの新築オフィスの絵です。シンプルで平坦で、均質でバランスの取れたおしゃれな印象を与える一方で、人とか植物がなくて冷たい感じも。私以前ライフハックのブログを書いてバズってた時期があったりして、効率化とか合理性みたいなことを好んでいたんですが、ある時からそれに違和感を感じて、そもそも効率を求めていた時から、そうは言いながらも効率的なことよりもその効率的にするためのクリエイティブな工夫が好きだったっていうことに気づきました。アート巡りにハマったのもなんかそれに似てて、言ってみたら生活に絶対必要なものっていうわけではないんですけれども、例えば子供の頃から音楽が好きだったように心を動かされる、そんなことに興味があるとか、あるいはクリエイティブな発想に惹かれるとか、一見無駄に思えることの価値とか、回り道の豊かさとか、そんなことを感じました。7つ目はこれ。撮影 NG でしたが、女性が泣いてる姿の動画作品です。泣くって強い感情ですよね。ずっと見てるとなんだかつられそうになったり、過去に泣いてる人を見た時のこととか、自分が泣いた時のことを思い出します。で、最後に泣いたのいつだろうな。他にも興味深い作品がたくさんあります。これも面白かったな。エイズは楽しいって作品とか、医学、身体についての作品も。この自転車やレシートも作品です。それはどういうことなのか、そして紹介してない作品もたくさんあるので、ぜひ現地で確認してみてください。SNS での反応を見てみました。例えば代表作、有名作品はわずかだけど90年代のイギリスアートシーンを見つめられる絶好の機会ですよとか、人がしっかり入ってて意外だったなっていうのは私もそう思いました。あと私と違う視点としては、ちょっとえぐくて生々しいものが含まれるので注意とか、あとはフランシス・ベーコンに圧倒されたっていう声もいくつも見られましたね。あとこんな感じで薄味だったって言ってる人もいますが、私はそうは思わなかったかな。さあ、美しいこの美術館、夜の雰囲気もいいですね。さて、美術館から徒歩2分です。こちらのギャラリーへ。2部屋あって、こちらはグループ展でした。奥ではこちらの個展、模様と人間の組み合わせみたいなのがなんだか面白いです。まだアートと音楽ライブも見るんですが、小腹が空いてこちらへ。この店好きなんですよ。泳げ。たい焼きじゃなくてね、鮎とかね、貝とかなんです。さあ、代官山へ電車移動してルーフギャラリーの1階カフェのアートもチェックします。ここ見た目はカフェなんですが、2階のギャラリーとこの1階もギャラリーになってるんで、
カフェ利用しなくても堂々とアート見ていい場所ですし、店員さんもねそんな感じでギャラリー利用ですねっていう風で優しく接してくれます。さあ蔦屋書店に来ました。ここもアートがいろいろありますね。これスカジャンですね。面白い。さあライブハウスに来ました。ショーモアのライブです。ローレン・ヒートというイギリスのアーティストも出演していました。 YBA ヤングブリティッシュアーティストですね。さて良質な音楽を聴いた後は食事も音のいい場所でしたいなということでこちらへ来ました。ここカレーが美味しいんですけど、音楽とか音にもこだわりがあるお店みたいなんですよね。久々に来ました。キーマは辛さはそこそこ、こちらのビーフカレーは結構辛いです。どちらも美味しいです。さて今回のアート巡りどれが気になりましたか。 YBA 店は正直動画の作品など行かなきゃわからないものが多いです。行ける方ぜひ行ってみてください。ダミアン・ハーストの過去の個展の動画も概要欄からぜひチェックしてみてください。次も一緒にアート巡りできるようチャンネル登録お願いします。